皆さんこんにちは。わかる本や学びのチャンネルです。本日ご紹介する本は伊藤浄一先生のテクノロジーが予測する未来 Web3 メタバース NFT で世界はこうなるです。これから先の未来を予測するために、そして今を知るためにぜひ読んでいただきたい一冊です。そんな本書の中から本日ご紹介する内容は以下の通りです。第1章、8分でわかる Web3 メタバースNFT のすべて。第2章、乗り遅れるな NFT バブルの次に来るもの。ポストコロナ時代の今、Web3、メタバース、そして NFT といった最先端のテクノロジーの数々が私たちの生活を根底から変えようとしています。これら前代未聞のテクノロジーは私たち社会経済、個人の在り方にどのような変革をもたらすのでしょうか。この動画を見ることで Web3 とは何か、世界は今後どのように変わっていくのか、そしてその変化に対し私たち一人一人がどう備えるべきか、それがわかると思います。ぜひ最後までご視聴ください。第1章、8分でわかる Web3 メタバース NFT のすべて。最近 Web3 とかメタバースとか NFT という言葉を耳にする機会が増えてきました。一部のテクノロジー好きの人たちの間で盛り上がっているだけで自分には関係のない話、そんな風に思っている人も多いかもしれません。インターネットも最初はそうでした。1990年代初頭の段階ではインターネットについて話をしている人は世界でもほんの一握りだったんです。それが今では誰もがスマートフォンを操り、常時インターネットに接続しているのが当たり前の時代になっています。インターネットが誕生して約半世紀、もはやほとんどの人にとってインターネットなしの生活は考えることができないくらいになりました。そして数十年後には Web3、メタバース、NFT もそうなっている可能性が高いと著者は言うんです。これがない時代があったなんて信じることができないよ。これを使いこなせない人がいてすごく困るんだというほどの劇的な変化が今新たに起ころうとしているんです。インターネットが全くわからない、パソコンが全く触れない人、今じゃもうほとんどいないと思います。それと同じことが今起ころうとしているんです。そこで本章では皆さんも必ず耳にしたことのある Web3、メタバース、NFT、この3つについて簡単におさらいしておきましょう。まずは Web3 について。Web3 には多くの要素がありますが、著者は特に次の点に注目すべきだと言います。これはブロックチェーンという新しい技術が登場したことによってインターネットが進化する間に忘れ去られてしまっていた非中央集権的という方向性を再び目指すことになったという点です。ウェブの黎明期には情報を発信しようとした世界の人々は自分たちの手で www サーバーを立ち上げ情報発信を行いました。大学生のネットサーフィンから始まったヤフーがその代表と言えます。新聞社や出版社、放送局の力を借りなくても個人が世界中に情報を発信できるようになった。それがウェブ、インターネットだったんです。しばらくすると大企業や大組織もウェブに参入し、各国政府もホームページを立ち上げていきました。最初は個々人が放送局を作るような場であったウェブですが、次第にすでに用意されている情報を閲覧することが主になっていきます。これが Web1.0 の時代です。サイトを検索しホームページを見つけてそれを閲覧する、ただそれだけの時代が Web1.0 として、次に Web2.0 が登場しました。この Web2.0 は再び個人が情報を発信できるようにしようとした試みと言えます。ブログが始まり、サーバーを貸し出ししてそれをホスティングする企業が登場しました。ウィキペディアが登場し、いわゆる集合値が注目されたのもこの頃です。またこの頃に SNS も流行し始めます。ただ Web1.0 の時にそうであったように参加する人が増えるに従って次第にこれらの場を提供している企業の力が大きくなっていきます。これがプラットフォームの誕生です。気がつくと Web 黎明期にインターネットの美点だった非中央集権的な構造が数少ないプラットフォーム企業を中心に展開する中央集権的な構造になっていきました。そんな時に生まれたのが現在の Web3 のムーブメントです。
Web3 ではそれを支えるブロックチェーンという仕組みによって様々な非中央集権的な試みが行われています。ブロックチェーンとは一言で言えば多数の参加者に同一のデータを分散保持させる仕組みのことです。ブロックチェーンでは国家や企業といった中央人物、中心人物が存在せず、それによって社会のあらゆる場所で分散化、非中央集権化が実現されようとしています。その点で著者は Web3 はある意味1960年代から1970年代アメリカでヒッピー文化が盛り上がっていた頃の雰囲気に似ていると言います。ベトナム戦争中のアメリカでヒッピーたちが社会から離反して新しい文化を生み出したように Web3 世代は経済一辺倒の資本主義的な価値観から離反して新しい文化を生み出そうとしているんです。これが Web3.0 です。簡単に言ってしまえば Google とか Facebook とか Twitter とかそういう中央集権的なものをなくそうといったものです。続いてメタバースについて説明していきましょう。メタバースの定義は広いですが、今後重要になってくるのはやはりバーチャルリアリティ VR でしょう。バーチャルリアリティの中で人と交流したりアクションを起こしたりするこのアイディア自体は実はそれほど新しいものではありません。1990年代前半にはすでに研究が進められていたんです。ただそれがユーザーに根付いたと言えるのはゲーマー界隈くらいで、一般的には普及しないまま現在に至りました。そんなバーチャルリアリティがここへ来てメタバースという言葉に置き換わり急激に盛り上がりを見せています。その背景はコロナです。ご存知の通りコロナではリモートワークが推奨され、ブームなどを使ったオンラインミーティングが普及しました。人々がリアルに対面するのではなくオンラインで会うことが当たり前になったのです。この結果、バーチャル世界で会うことへの心理的障壁も確実に低くなりました。そこで Web3 の文脈にバーチャルリアリティの技術が重なり、今私たち人類のアイデンティティやコミュニケーションに大きな変化が起ころうとしているんです。それがメタバースなんです。さあ、そして最後3つ目に紹介するのが NFT です。2021年あるデジタルアーティストの NFT アートが約75億円もの高額で落札され大きなニュースになりました。これを契機に日本でも NFT に対する関心が一気に高まったことは記憶に新しいです。ただこの時点で NFT が一体何なのか一般の人々にはよく理解されていなかったことも事実と言えます。NFT とはノンファンジブルトークンの略で、日本語にすると代替できない価値を持つトークンとなります。これまでデジタルデータは容易にコピーできることから全てのデータが代替可能と思われていました。しかしブロックチェーンの技術を使うことでデジタルでありながら代替できない、つまり唯一無二の価値を用いるデータが登場したんです。現在ではアート作品だけではなくあらゆるデータを NFT 化する試みが急増しています。例えば人の思いや情熱、信仰心、日々の善行、学位といった非金銭的な価値までが NFT を使って一つの価値として扱われ可視化することが可能となったんです。ということでポストコロナ時代を代表する Web3、メタバース、NFT という3つの社会変革について見ていきました。ただこの3つについて今説明したような概要だけを頭に入れるという人、まだまだ甘いです。これからの急激な時代の変化に取り残されないためには必要なものがもう2つあります。それはテクノロジーに対するリテラシー、そしてそのテクノロジーによって社会はどう変わるのかというビジョンです。Web3 元年と呼ばれる2022年以前からすでに日本でもテクノロジーに明るい一部の人たちの間ではこの Web3、NFT、そしてメタバースが盛り上がっていました。しかしまだまだ一部の人たちだけに限られた世界であることに変わりはありません。YouTube だってそうです。まだ YouTube なんて怖いと言って見ていない人だっているんです。ですから Web3 まで知っている人なんてもうほんとごく一部だと言えます。しかし日本人が本当に Web3 を求めているのであれば Web3 を一部のテクノロジー好きだけのものにしないために国を挙げてこの Web3 とか NFT とかこういった新しいテクノロジーに取り組むべきであると著者は言います。Web3 は
文化的、社会的なムーブメントなんですが、より一般的になるには国の理解や推進力も必要なんです。こうした時代の激変期には、現状を見極め正しく動けた人たちだけが生き残ることができます。それができなければ時代の大波に飲み込まれてしまうでしょう。この動画は皆さんが時代の変化の波に乗り、豊かな生活をつかみ取るための手助けとなれば幸いです。それでは第2章、乗り遅れるな、NFT バブルの次に来るものを見ていきましょう。突然ですが、皆さんはビープルという名前に聞き覚えはないでしょうか。2021年3月、アメリカのあるオークションハウスのオンラインセールで、デジタルアーティストビープルの NFT アートが約75億円で落札されたんです。このニュースは世界中を駆け巡り、日本でも NFT に対する関心が一気に高まりました。この2021年の NFT ブレイクをきっかけとして、いよいよ2022年からは本格的に Web3 の時代が始まると目されています。これが2022年 Web3 元年と呼ばれる理由です。ご存知の通り NFT はブロックチェーンという技術によって実現されています。ブロックチェーンは取引ごとに情報のブロックを作成し、そのブロックたちをチェーンでつないで取引履歴を記録するという仕組みです。すべての履歴が連なっており、しかも誰でもチェックできるという透明性があるため、取引情報を改ざんするのは事実上不可能です。このように、元は取引履歴を記録する仕組みとして生まれたブロックチェーンの技術を使って、デジタルデータが本物かどうか、誰のものかなどを証明するようにしたのが NFT です。デジタルデータというといくらでもコピーや改ざん、消去が可能に思えるかもしれませんが、ブロックチェーンに記録された取引履歴はそうした操作ができません。この世で一つだけしかないデジタルデータを作ることができるんです。こう聞けば、まず真っ先にデジタルアートのクリエイターの間で NFT が広まったというのもうなずけるのではないでしょうか。クリエイターが作品を作り、NFT マーケットプレイスに出品。それを見て気に入った人が作品を買う。取引額の数%は差し引かれてマーケットプレイス側に手数料として入るという仕組みになっていますが、画廊などに出店してアートを販売するよりもはるかにハードルは低く、手数料も低いんです。このために NFT によってアーティストが自分の力で稼げる仕組みが生まれたとも言われています。また NFT は従来の大量生産・大量消費型の産業構造を覆す可能性もあります。そもそも世界に一つしかないものを一人の人間に届けるのは非常に非効率的なんです。ならば、大企業が大量に同じものを作っていっぺんに大勢に届けた方が合理的。そういうわけで、これまで大量生産、大量消費型の産業構造が長く続いていました。一方、デジタル消費財には物流の手間がかからないものの、世界に一つのデジタル消費財を作るのは技術的に不可能だったんです。リアルなものとは違うとはいえ、大勢が同じものを消費するという意味では、大量生産・大量消費と変わりなかったんです。しかし、NFT は大量生産・大量消費のものではありません。ブロックチェーン技術によって世界に一つしかない複製不可能なデジタルデータが実現可能になったんです。近頃は NFT にお金の匂いを感じ取った投機目的の人たちがマーケットに流れ込んでおり、NFT バブルとも言われるような状況になっています。そして歴史が証明している通り、バブルはいつか崩壊するものです。しかし、十分なインフラや人々のリテラシーはバブルが起こって初めて整うものであると著者は言います。そして、これらはバブルが崩壊してからも残ります。NFT も例外ではありません。NFT ブームの中で NFT のマーケットが成熟、人々のリテラシーが高まることでブームが終わった後も生き残るような NFT が生まれてくるはずです。いたずらにブームに乗っかる必要はありませんが、かといってこの NFT を完全に無視してはいられないと思います。今乗り遅れれば将来 NFT が当たり前になった頃、確実に何かと不便になることは間違いないんです。今世界でどんなことが起こっているのかを常に注視しつつ、少しずつでいいので NFT に参加していくと良いでしょう。 NFT に限らず Web3 の界隈では桁違いのお金が動くことも多いせいか、自分だけが儲かるという視点で語られがちです。しかし著者は Web3 の本当のポイントはそこではないと言います。むしろ
どれだけ儲かるかといった価値観とは別のところで、個々の趣味嗜好に合わせて自由に好きなことができるというのが Web3 の最大の利点なんです。NFT にしても、ある作品が1000万単位、億単位の高値で取引されたということばかりがセンセーショナルに取り上げられがちです。ですが、それがポイントではありません。もちろん、それをきっかけに試しに買ってみようかなと考える人が増えるのは結構ですが、そうかといって、儲かりそうだから買ってみようとばかりは考えないでほしいと著者は言います。NFT を買う理由は人それぞれで否定はしません。投機目的の人が集まることで NFT のマーケットが盛り上がるという側面もあるでしょう。しかし、一方で投機目的ではなく純粋に NFT アートを楽しんでいる人がたくさんいるというのも事実です。そこで著者のおすすめは NFT では好きだから買うという感覚を最優先させることだと言います。いろんな NFT のアーティストをコレクターたちに意見を聞いてきた中で一番著者が共感したのは、値段が上がらなくても持っていて自分がハッピーなものしか買ってはいけない、値段は上がらなくて当然上がったらラッキーと思うことという意見だったそうです。最悪なのは値段が上がると踏んで好きでもない作品を買ったのに一向に値段が上がらずに転売できないことです。そんな作品がウォレットにずっと入っているのは目障りです。ですが、かといって NFT を捨てるにはガス代と呼ばれる手数料のようなものがかかります。一方で自分が応援しているアーティストとか高く評価されるようになれば、それは純粋に嬉しいものです。NFT は誰に所有されているかが明確ですので、作品の価値が上がることは自分の先見性やセンスの証明にもなります。いわゆる古参アピールがもう誰の目から見ても明らかになるんです。NFT アートを買うのはいわばアーティストのパトロンになるようなものです。お金が絡むスポンサーとも作品を消費しておしまいの消費者とも違い、パトロンはそのアーティストの作品が純粋に好きで応援したくて買うものです。アーティストの方もその思いに応えてコミュニティメンバー限定の作品を公開するなど特別なベネフィットを返していきます。このように NFT アートを通じてアーティストとファンが直接なおかつ強く結びつき、一つのコミュニティが形成されるんです。つまり NFT アートを持っているという体験自体に価値があると言えるでしょう。それなのにいつ値段が上がるだろうかとか、いつ転売したら儲かるだろうかなんて考えるのはちょっとつまらないと思いませんか？ NFT の魅力はお金が儲かるだけではないんです。東京芸術大学教授でメディアアーティストの藤畑正樹さんはデジタルアートについて次のように述べています。複製可能なデジタルアートにはそもそもオリジナルとコピーという概念がない。仮に作者が100個のコピーを作って売ったら100人が同じ作品を持つことになる。そう考えるとデジタルアートとはその作品がオリジナルなのではなく、その作品に触れるという個々の体験がオリジナルなのであり、その意味でデジタルアートは多分にパフォーマティブなものだと思う。経験という代替不可能な価値は単なるお金儲けの発想では味わえません。儲かりそうだから買うよりも好きだから買うの方がはるかに Web3 の面白みを体感できることでしょう。それに自分のウォレットの中身はアドレスさえ知っていれば誰でも見ることができます。ウォレットが他人に見られることを意識して NFT の作品を買うようにすることもこれからの社会では重要になっていくでしょう。いわゆるネット上のファッションみたいなものです。これからの Web3 時代、私たちは自分のウォレットの中身で評価されるということも実は重要なポイントなんです。以上でテクノロジーが予想する未来、Web3、メタバース、NFT で世界はこうなるは終了です。短時間では紹介できなかったためになる内容が本書には書かれています。本日の話を聞いて興味を持たれた方はぜひ本書を購入してください。本日の内容が良かったと思った方は高評価またはチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。